皆様こんにちは。今回はマニュアルの Swift スポーツのクラッチ操作やシフト操作を快適にするカスタムを5つご紹介します。まずそもそもこの動画を見ていただいてるってことは Swift スポーツのクラッチ操作に何かしらの不満を持ってると思うんですけど、 ZC33S のクラッチってかなり奥までクラッチペダルを踏み込まないとクラッチが切れなかったり、信号待ちしていて1速に入れようとしたらなぜか1速に入らない、1速から2速にシフト操作するときになんか引っかかってシフト入れにくい、 Swift スポーツ純正のシフトがなんかグニャグニャしたゴムっぽい感じがすると思ってるスイスポオーナーの方結構多いと思うんですけど、実際僕も3年前に新車で買った時からなんとかならんかなと思っていろいろネットで調べて、納車されてからの3年間でシフトやクラッチ操作を快適にするためにいろいろとカスタムしてきました。なのでこれからお話しする5つのカスタムをすればマニュアルの運転がかなり快適になりますので、1つずつご紹介します。今回紹介するパーツは全部動画の下にある概要欄にパーツのリンクを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。まず1つ目ですが、シフトを入れやすくするためにはシフトカラーの交換をおすすめします。そもそもシフトカラーってなんやねんっていう話なんですが、シフトの台座についてる4つの部品のことになります。純正のシフトカラーはゴム製なので、シフト操作する時になんかグニャグニャしてゴムっぽいなと思った方多いと思うんですが、そもそも土台についてる純正の部品がゴムなので、そらゴムっぽい感じしますよねと。それをアルミでできたシフトカラーに交換することで、純正の時にあったシフト操作の時のゴムのグニャグニャした感じが消えてカチッとした感じになって、シフトチェンジする時に起きていた変な引っかかりをなくすことができます。スズキのメカニックの方も、もしシフトが入りにくくなったらシフトカラー交換をおすすめしますとプロが言っていたので、間違いないカスタムですね。社外品のシフトカラーは TM スクエアや浜松のパーツメーカーの Rs から販売されていまして、僕の場合は浜松に住んでいてRs まで家から車で20分ぐらいなので、実際に Rs に行ってシフトカラーを買ってその場で取り付けてもらいました。どちらのシフトカラーも5000円ぐらいと商品代はそこまで高くないので、純正のゴムっぽい感じやシフト操作の時の引っかかりが気になる方はシフトカラー交換おすすめです。ただシフトカラーの交換作業が僕みたいな素人じゃレベル高いと思いますので、不安な方はプロに丸投げしましょう。僕が Rs でやってもらった時の工賃は8500円でした。シフトカラー交換するだけで純正のゴム感を消すことができて、変な引っかかりもなくなってシフト操作がかなり滑らかにスコスコとシフトが入るようになるので、めっちゃおすすめです。シフト操作を快適にするカスタム2つ目がミッションオイル交換になります。皆さんエンジンオイルは定期的に交換してると思うんですけど、ミッションオイルを交換してる人意外と少ない気がします。というのも僕が納車されてから3年間ミッションオイル交換してこなかったからです。ディーラーのメンテナンスパックに入ってましたが、ミッションオイルの交換は含まれてなかったので、一度スズキの人に交換のタイミングを確認したら、サーキットとか行かない通常走行程度であれば7万5000キロまでは交換しないでいいとスズキのマニュアルに書いてるそうです。ただ経年劣化でオイルも古くなるし、そもそもシフトの入りが悪くなるので、シフトが入りづらくなってきたなと思ったタイミングで交換していいと整備士の人に言われました。今回僕が入れたミッションオイルは TM スクエアの田中実さんで有名な会社が販売しているビリオンの FF315 というミッションオイルですが、 TM スクエアさんの YouTube 動画を見ると、ミッションオイルは1万5000キロごとに交換、サーキット行くなら3回に1回、シフトが入れにくくなったタイミングで交換した方がいいとのことでした。さっき紹介したシフトカラー交換でもかなりシフトの入りが良くなって変な引っかかりとかなくなるんですが、やはりそれでもカラー交換してから2年ぐらい経つと経年劣化で徐々に引っかかりが出てきます。もちろん純正の状態に比べればだいぶマシですが、引っかかりが気になってきたので、ほんと最近ミッションオイルを納車後初めて交換しました。結論から言うとめっちゃスコスコとシフトが入るようになって変な引っかかりが完全に消えました。 TM スクエアさんからも ZC33S 専用のミッションオイルが売ってるんですが、よく行くスーパーオートバックス浜松に売ってなかったので、代わりにこちらのミッションオイルを買って入れてもらいました。 LSD を入れていない純正のスイスポはこちらのミッションオイルを入れておけば大丈夫です。
概要欄にリンクを置いておきます。 ZC33S にはボトル1本丸ごと入って、ミッションオイルの交換工賃はオートバックスで1650円でした。シフト操作をしていると中の部品がずれて金属の粉とか出てくるらしいので、田中稔さんが言うように1万5000キロごとなど定期的なミッションオイル交換をした方がいいと思います。プロが言ってるので間違いない情報ですね。一応ネットで調べたところ、オートバックスも TM スクエアさんもほぼ同様のタイミングで交換してくださいと言ってるので間違いないかなと思います。ミッションオイルの交換は冒頭で話したシフト柄交換と比べるとオイルを変えるだけでハードルは低いと思うので、ミッションオイル交換したことないって方は工賃も安いのでぜひ一度試してみてください。かなりスコスコ入るようになるので無駄にシフトを動かしたくなると思います。3つ目のマニュアル操作を快適にするスイスポのカスタムですが、クラッチペダルの交換になります。クラッチペダル自体を交換することで、スイスポ純正のクラッチペダルだとペダルを踏むときにつま先を結構上げてから踏まないといけなかったり、かなり奥まで踏み込まないとクラッチが切れなかったのが、クラッチペダル自体を社外品に交換することで純正の時よりも楽にクラッチが踏めるようになります。社外品に交換すると純正の状態からペダルが右横に5ミリずれるので、フットレストに足を置くときにクラッチペダルに足が当たることがなくなります。純正の状態でちょっと大きめの靴とか履いて運転してるとクラッチペダルに靴が当たることあると思うんですけど、右側に5ミリずれることで靴がペダルに当たることがなくなってだいぶ快適に運転できるようになります。たかが5ミリなんですが、この5ミリでだいぶ変わります。またクラッチペダル自体の高さが純正の状態から8ミリ低くなるので、純正の時のようなつま先を思いっきり上げてからペダルを踏み込む必要がなくなります。社外品のクラッチペダルはモンスタースポーツとアールズから販売されていて、モンスタースポーツのクラッチは純正ペダルより右側に5ミリスライド、ペダルの高さが純正と比べて8ミリ下がります。僕が取り付けたアールズのクラッチペダルの場合はモンスタースポーツと同じくペダルが右側に5ミリスライドします。ここまではモンスタースポーツと同じですが、アールズの場合ペダルの高さが3段階から選べるまさかの可変式、自分の好きな角度に調整できます。設定できる角度ですが、純正と比べて 10mm、15mm、20mm ダウンの3つから選べます。デフォルトの 10mm の状態でモンスタースポーツの 8mm 下げよりもさらに低い位置に設定できますので、これまで結構つま先をクイッと上げてペダルを踏んでたのが1センチ以上純正よりも低くなることでめっちゃ楽に踏めるようになって、クラッチ操作の時間も若干ですが速くなるのでだいぶ快適になります。クラッチペダルを社外品に交換することでほとんどのスイスポ乗りが思ってるクラッチペダルの踏み込みが深すぎる問題やちょっと操作しにくいなっていう悩みが一発で解決できます。ペダル自体もアールズで 16,500 円、モンスタースポーツで 12,980 円なので、正直マニュアルの運転をさらに快適にできて、この値段なら絶対に交換した方がいいと思います。もし納車当時の僕にアドバイスできるなら、納車されて早いタイミングで絶対にクラッチペダル交換しろと言いたいので、マニュアルの運転をさらに快適にしたい方にはかなりおすすめです。ただしクラッチペダルの交換なので何の知識もない素人が DIY すると事故につながる可能性もあるので、よくわからない人は工賃払ってプロに丸投げが安心です。僕はアールズさんで取り付けをお願いしましたが、その時の取り付け工賃は 7,700 円でした。僕みたいに通勤で毎日運転する方なら間違いなく交換おすすめします。4つ目のクラッチ操作を快適にするカスタムになりますが、クラッチペダルのゴムのストッパー交換になります。こちらのカスタムはさっきのクラッチペダル交換に比べると圧倒的に安くて、まさかのペットボトルのお茶より安い121円でできるお手軽コスパ最強カスタムです。こちらの小さいゴムの部品、型番の詳細は概要欄に置いておきますが、スズキに電話して注文すればすぐに買えます。この部品の交換ですが、誰でも1分でできるくっそ簡単な作業で、ほんとこれに関しては小学生でもできるぐらい簡単な DIY です。クラッチペダルストッパーを交換することで、純正の状態だとクラッチペダルをかなり奥まで踏み込まないとクラッチが切れなかったところ、この121円の部品に交換するだけで踏み込みが体感ですが結構手前になって、これまでみたいに奥まで思いっきり踏み込む必要がなくなるので、クラッチ操作がだいぶ楽になります。正直先ほど紹介したクラッチペダル交換だと商品工賃全て込みで約24,000円ぐらいなので、
それはちょっと高すぎないと思った方にはこちらの121円でできるカスタムはかなりおすすめです。こちらのゴムの部品は ZC33S 用のものではないので自己責任カスタムにはなるんですが、こちらの部品をつけた状態で車検に出しましたが何も言われずに無事車検通りましたので安心して使っていいと思います。もし交換してみてちょっと違うなと思えば取り外して純正のクラッチペダルストッパーに戻せばいいだけなので、これはぜひ試してほしいですね。これまで YouTube に動画投稿してきた中で一番安くて効果を体感できる激安コスパ最強カスタムなので、ぜひ騙されたと思って鈴木に電話して買ってみてください。一応 Amazon にも売ってるのでディーラーまで部品を取りに行くのが面倒な方は Amazon からでも買えます。動画の下にある概要欄にこちらのクラッチのゴムのリンクと型番を置いておきます。マニュアルの運転を快適にする最後のカスタムですが、それはシフトノブの交換になります。やはりマニュアル車を買うと絶対にシフトノブは交換したくなると思うんですけど、スイフトスポーツ純正のシフトノブは重さ 189g で、僕がおすすめするモンスタースポーツのこのシフトノブ、重さがなんと純正の半分以下の 65g とめっちゃ軽いです。僕は3年前にスイスポが納車されてからトラストのアルミノブ、アールズのシフトノブ、モンスターのシフトノブといろいろと使ってきましたが、その中でもモンスタースポーツのシフトノブが一番シフト操作しやすくなってシフトがスコスコ入るようになりました。なんでこんなにシフトが入りやすくなるのか謎なんですが、まあ使ってみたらわかります。オフ会でもモンスタースポーツのシフトノブつけてる人が多いので間違いなくおすすめします。ちなみに皆様一度は憧れるアルミのシフトノブですが、今のような真夏は激アツで触るとやけどしますし、真冬は冷たすぎて触る気失せるので、モンスタースポーツのような樹脂でできたシフトノブを選ぶと一年中快適にシフト操作できるのでかなりおすすめです。ここまでの話をまとめると、スイフトスポーツのマニュアル操作をさらに快適にするにはシフトカラーの交換、ミッションオイル交換、クラッチペダル交換、クラッチペダルストッパーの交換、シフトノブの交換、今言った5つのことをすればだいぶ快適に運転できるようになります。マニュアル車は絶対にクラッチを踏んでシフト操作をしないと運転できないので、毎回乗るたびに絶対に触るシフトクラッチ周りを快適にして、純正でも楽しいけどさらに運転を楽しめるようにすることをおすすめします。僕のチャンネルでは SWIFT スポーツに関する情報を発信していますので、もしこの動画が気に入っていただければぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとやる気が上がりますのでお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。ほなまた。